BL 向上委員会のリスです。BL って最初はキュンとする気持ちに惹かれて見始めた方も多いジャンルだと思うんですが、長く触れていくほどただ甘いだけじゃない物語も心が動くようになってきませんか？甘いものの後に無性に塩味が恋しくなるようにエンドレスに BL を味わってきたからこそ、ちょっとしょっぱめな物語が心に染みるようになってきました。仕事のこと、将来のこと、あの時の選択や今になってふっと思い出す後悔、好きだけじゃ進めないと分かっていてもそれでも人を愛してしまう。今回は BL 歴30年の中から大人女子だからこそ刺さった BL ドラマを5作品ご紹介します。どの作品が良かったかコメントで教えてもらえると嬉しいです。最初にご紹介するのはライフ戦場の僕ら。白線ゲームをきっかけに出会った真面目で不器用な伊藤明と無邪気でまっすぐな西ゆき。高校生、大学生、そして社会人へ。同じ相手を思い続けながらも年齢や立場が変わることで二人を取り巻く現実は少しずつ姿を変えていきます。変わらない気持ちと変わらざるを得ない選択、その狭間で揺れながら明と勇気は愛することと生きていくことを何度も問い直していく、そんな人生の時間を描いた作品です。全4話と少し短めですが、見終わった後に残る余韻はとても深い一作です。原作は床倉宮先生のコミック、主演は白洲迅さんとライクさん。この作品が問いかけてくるのは、普通って一体何だろうということ。世間が言う普通や常識にがんじがらめにされていく日常のリアルが描かれています。物語は大きく分けると、高校生、大学生、新社会人、社会人という4つの時間軸で構成されています。同じ相手を思い続けながらも年齢や立場が変わることで恋愛観や価値観も少しずつ変化していく。男同士であるからこそ直面する現実とそれぞれの年齢で感じる思いが丁寧に描かれています。高校時代、白線ゲームをきっかけに出会い恋に落ちた2人。そして社会に出たことで普通とは何かを考え始めます。その過程で楽しさだけではなく葛藤や苦しさも避けられません。最近の BL ドラマは同性同士の恋愛に対してどこか優しく少しファンタジーな世界観の作品も増えているように思います。しかしこの作品では同性同士で恋愛をすることそのものが抱える苦悩や障害を現実から目をそらさずに描いています。人が人を好きになる過程がとても丁寧に描かれている一方で、中盤以降には裏切りという重い展開も持っています。だからこそよりリアルな人間ドラマを求めている方に特におすすめしたい一本です。人間の業の深さに思わず涙してしまう、そんな作品です。2作品目は振ったら土砂降り。同棲中の恋人がいるのになぜか触れ合えないセックスレスに悩む和明。そして同居している幼馴染和明に長年報われない恋心を抱えている聖。満たされない思いをそれぞれ胸に抱えた2人がある日一通のご送信メールをきっかけに出会います。本当は同じ会社で働く同僚。でもお互いの名前も顔も知らないまま匿名のメール越しにだけ本音を打ち明け合う関係に。誰にも言えなかった弱さや寂しさを文字だからこそ素直にさらけ出してしまう。静かに始まった心のやりとりはいつしか後戻りできない感情へと変わっていきます。恋人がいる、大人としての立場もある。それでも心が別の人に動いてしまう。この作品が描くのは好きだけでは片付けられない大人の恋のややこしさとどうしようもなさ。甘さよりも苦さの方が残る。だからこそ妙にリアルで胸に刺さる。静かで痛くてそしてとても人間臭いラブストーリーです。全7話です。原作は市穂道先生の小説。2024年に直木賞を受賞した実力派作家で、繊細な心理描写と人間の業をえぐるようなリアリティに定評があります。主演は武藤淳さんと伊藤朝日さん。この作品の最大の魅力は好きだけではどうにもならない大人の恋愛の現実を真正面から描いているところかなと思います。和明は恋人を大切に思っているのに触れられない苦しさを抱えていて、聖は命を救ってくれた相手を愛しているのに思いは決して届かない。恋人と触れ合いたい、特別な関係になりたい、そんな当たり前の欲望すら罪のように感じてしまう。このどうしようもないリアルさに胸を締め付けられます。苦しかった時間が長いからこそ2人が選んだ未来がより一層尊く感じられるラストになっています。一度は経験したことのある言葉にできなかった本音、優しさゆえに自分の気持ちを後回しにしてきた方に特におすすめしたい作品です。次にご紹介するのは We Best Love 永遠の1位、2位の反撃。常に成績1位の大学生と彼の存在によって万年2位に甘んじてきた同級生。そんな2人の出会いと恋の始まり、そして5年後、社会人となった姿を2部構成で描いた台湾 BL ドラマです。学生時代の甘酸っぱい感情から大人になって再び向き合う恋まで、一つの関係が時間をかけて成熟していく過程が丁寧に描かれています。全11話の構成です。こちらは原作なしのオリジナルドラマとなっています。出演はリン・ズーホンさんとユウさん。リン・ズーホンさんは台湾のアイドルグループスペシャルの元メンバー。
ユウさんは日本と台湾にルーツを持ち、作中でも日本人と台湾人のハーフという設定を演じています。日本語が非常に流暢で、日本のドラマに出演経験もあるため、見覚えのある方もいるかもしれません。台湾 BL でありながら、日本語のセリフも自然に混ざり、主演2人のビジュアルも含め、日本の視聴者が親近感を持って見られる作品です。シーズン1の永遠の1位。小学校から高校までずっと成績2位だった周囲は、天才シードーから離れられると思い、大学入学を心から喜びます。しかしその願いは叶わず、シードーは同じ大学に転入してきます。幼稚な復讐を企てる周囲ですが、失恋した姿をシードーに目撃され、弱みを握られる形で卒業まで行動を共にすることになります。けれど実はシードーは小学校の頃からずっと周囲を思い続けていました。その思いが少しずつ伝わり、二人はゆっくりと心を通わせていきます。シーズン2は2位の反撃。付き合って101日目、シードーは突然アメリカへ渡ることに。明確な別れを告げないまま二人は離れ離れになります。5年後、社会人として再会した2人はビジネスの場で対立する立場となっていました。すれ違い、誤解、伝えられなかった思い、過去と向き合いながら再び距離を縮めていく2人の姿は、学生時代とは全く違う大人の恋として描かれます。この作品の魅力は、切ない片思いから始まり、時間をかけて成熟していく恋愛の過程を2つのフェーズで丁寧に作られています。学生時代の不器用な思いと、社会人になってからの選択やすれ違い、好きだけでは進めなかった時間があったからこそ、再び選び直す恋の重みがしっかりと伝わってきます。甘さと切なさの両方を味わいたい方や、海外 BL 初めての方におすすめの作品です。次に紹介するのが金ポルシェ。舞台はタイのマフィアの世界。次期ボス候補と目される金は、ある日敵に追われ命の危機に陥ります。その場に偶然居合わせ、彼を救ったのがバーテンダーとして働いていた青年ポルシェ。複数の敵を相手にたった一人で立ち回るその強さに惹かれ、金はポルシェを自分のボディーガードとして雇うことにします。マフィアとその世界とは無縁だった青年、立場も生きてきた環境も全く違う二人が、危険と隣り合わせの日々を共にする中で、主従を超えた関係へと変わっていきます。原作はタミー先生のウェブ小説、主演はマイルとアポー。マフィアが絡む物語のため、ほんわかやキラキラとした BL が好きな方には少しハードに感じるかもしれません。ですが本作の魅力は映画並みの映像美、激しいアクション、そして何より極限状態の中で育まれる本物の信頼と愛、裏切りが当たり前の世界で唯一背中を預けられる相手がいるということ。その関係性がただのロマンスではなく、生きる覚悟を伴った愛として描かれている点が強く心に残ります。タイでは18歳未満の視聴が禁止された、まさに本当の意味での大人向け BL です。甘さだけでは物足りない方、危険と覚悟の先にある愛を見届けたい方にこそ刺さる一作です。最後にご紹介するのが、イフの世界で恋が始まるです。口下手でどこか孤独を抱えている技術営業の加納。彼は仕事も人間関係もそつなくこなす同期のエース大神を見て、せめて対等に話せる自分になりたいと心の奥で願っています。その思いをきっかけに加納は理想の自分が生きる平行世界へと迷い込みます。そこでは人と自然に関われる自分がいて、大神との距離も現実世界よりずっと近い。居心地のいいその世界で関係を深めながら、加納は次第に現実世界で置き去りにしてきた本当の気持ちと自分にとって何が大切なのかに気づいていきます。幻想的な設定を使いながら描かれるのは、恋と向き合いながら自分自身を立て直していく物語です。原作は海野幸先生の小説。主演は中川大輔さんと大吾小太郎さんです。このドラマの大きな特徴は、仕事が背景ではなく物語の中心にしっかり置かれていること。恋愛、仕事、自己肯定感、どれか一つだけではなく、すべてが地続きで描かれています。余裕がなくなると、人は相手を責めたり、逆に自分を必要以上に責めてしまう。加納もまたその苦しさの中にいます。平行世界での経験を通して彼が気づくのは、理想の世界は周りが変わったからではなく、自分の接し方が違っていたからだということ。素直に頼り、時には頼られ、自分から関係を築こうと動いたからこそ生まれた居場所。他人を変えることは難しい。でも自分の意識や行動を変えられる。その積み重ねが少しずつ他者との関係も変えていく。つい私たちが忘れがちな大切なことを静かに思い出させてくれます。仕事に追われ、自分の気持ちを後回しにしてきた方へ、優しく背中を押してくれる大人のための BL ドラマです。BL を30年見てきて思うのは、年齢を重ねるほど心に残る作品は少しずつ変わっていくということ。キュンとするだけじゃなく、痛みや後悔、選択の重さまで描いてくれる物語がいつの間にかだんだん愛おしく感じられるようにもなってきました。きっとそれは自分自身もいろんな選択や後悔を重ねてきたからなんじゃないかなとも思います。もし心に残った作品があったらコメントやいいねで教えてもらえたら嬉しいです。よければチャンネル登録もお願いします。以上、BL 向上委員会でした。